皆さんこんにちは。早速ですが、今日の解説は少し特別です。私たち毒性学者のいわばマスタークラスへようこそ。テーマは動物実験に頼らない最新の皮膚観察性試験。つまり、アレルギー反応をどうやって事前に予測するか、その最前線を徹底的に深掘りしていきます。さあ、エネルギー全開でいきましょう。化学物質が人間の皮膚に触れる前にどう振る舞うかを理解する。そう、これが私たち毒性学者の最大のミッションなんですね。一昔前までは動物実験が主流の領域でしたが、今は違います。NAMs、つまり新アプローチ手法と呼ばれる革新的なテクノロジーを駆使して、日用品や化粧品の安全性をより正確に予測できるようになっているんです。さて、まずは基本から押さえておきましょう。皮膚観察性とは一体何なのか。簡単に言えば、化学物質に触れることで起きるアレルギー反応のことです。これを未然に防ぐため、現在はウサギやマウスの代わりに、フラスコの中で起こる化学反応を見るインケミコや培養細胞を使うインビトロといった予測手法を使って、極めて正確に安全性を評価しています。今日の解説では、皆さんと一緒に専門的な分析の旅に出かけます。私たちが日頃使っているツールの全体像から始まり、OECD の 442C と 442D という2つの試験について、その具体的なステップやデータ表の読み解き方をプロの目線で順番に解説していきますね。ちなみに今回は専門的な科学用語もたくさん出てくるので、ぜひ字幕機能をオンにしてチェックしながら進めてください。では、早速私たちの強力なツール、OECD のテストガイドラインについてお話ししていきましょう。主役となるのは 442C と 442D の2つです。これ実はすごくわかりやすい例えがあるんですよ。442C はインケミコ、つまり化学的な反応を見る試験で、私はこれを分子同士の危険な握手と呼んでいます。一方の 442D はインビトロ、細胞を使った試験で、こちらは細胞がストレスを感じた時に鳴らす警報システムを観察するものなんです。まずは危険な握手を調べる 442C。具体的には DPRA という試験のステップから見ていきますね。実験のプロセスは非常に精密に設計されています。まず、人間の皮膚のタンパク質に似せた純度 95% 以上のシステインとリジンというペプチドを用意します。そこにテストしたい化学物質を加えて、22.5 度から30度の環境できっちり24時間反応させます。最後に HPLC という高性能な分析装置を使い、波長220ナノメートルで測定します。化学物質とくっついてしまった結果、元のペプチドがどれだけ減ってしまったかを見るわけです。さて、実験が終わると機器からデータが出てきますが、ここからが毒性学者の腕の見せ所です。出てくるのは一見ただの数字の羅列です。でも私たち専門家はこの数字を見て、その物質が安全なのか、それともアレルギーを引き起こす危険な物質なのかを瞬時に見抜きます。どうやって判断しているか、ちょっと推理してみてください。ここで絶対に外せないのが域値、つまりクリアすべき明確な基準ラインです。ペプチドがどれくらい減少したかを見るんですが、システインの減少率が 13.89% 以上、リジンの減少率が 10% 以上、あるいはその平均減少率が 6.38% 以上、このどれかに引っかかると、私たちは、これは陽性だ、観察性、つまりアレルギーの危険があると判断します。これが私たちが真っ先に確認する重要な指標なんです。これが実際の比較データになるとすごく面白いんですよ。一番上の経費算を見てください。平均減少率が 56.11%。先ほどの基準である 6.38% を大きく超えていて、ものすごく反応性が高い危険な物質だとすぐにわかります。一方で、一番下のエクソービア 50% という細胞外傷法の成分を見てみましょう。システインが 4.60%、リジンが 0.57%、平均でたったの 4.15% です。そう、平均減少率が 4.15% ということは、陽性の基準である 6.38% を完全に下回っていますよね。このデータを見た瞬間、私たちは、よし、分子レベルでの危険な握手は起きていない。
これは安全だと確信を持って結論付けることができるんです。とてもクリアな結果ですよね。分子レベルでの安全性が確認できたら、次は細胞レベルの調査へ進みます。OECD442D ケラティノ戦士試験の出番です。今度は試験管の中ではなく、生きている細胞が相手です。人間の表皮細胞であるケラチノサイトを微小なプレートで24時間育てます。そこに新鮮な培地ときっちり25倍に薄めた試験物質を加えるんです。その後、細胞が発する光の強さと波長570ナノメートルでの急高度を測って、細胞がどれくらい生き残っているかを分光高度計で確認します。では、この生きている細胞から送られてくるメッセージをどう解読するのかを見ていきましょう。そもそも細胞の警報システムって何が引き金になっていると思いますか？実は化学物質が細胞の中に入り込んで酸化ストレスを与えると、細胞内にある NRF2 という防御スイッチがカチッと入るんです。この試験はそのスイッチが入ると細胞が光るようにあらかじめ遺伝子操作されています。つまりピカッと強く光れば光るほど細胞が危ないと激しく警報を鳴らしている証拠なんですね。ただ、光の強さを目視するだけでは不十分なので、これを客観的な数値データに変換する必要があります。ここで登場するのが RT-PCR という手法を使った計算です。要するに、基準となる GAPDH 遺伝子と比べて、マーカー遺伝子がどれくらい早く増えたか、その差を計算しているんです。最終的に、フォールドインダクション、つまりテスト物質が通常の何倍の防御反応を引き起こしたかというスコアを割り出します。これが細胞のストレスを測る絶対的な指標になります。そして、この結果がプロの毒性レポートとして認められるためには、厳しい品質管理をクリアしたデータセットが必要です。発酵量の幾何平均、細胞の生存率がちゃんと保たれているか、実験のばらつきを示す変動係数に問題はないか、そして濃度ごとの反応曲線がどうなっているか。これらのデータ項目がすべて揃って初めて、私たちはその結果を心から信頼できるわけです。さあ、いよいよ大詰めです。ここまで見てきた2つのガイドラインを組み合わせて最終的な結論を出しましょう。このアプローチの本当に素晴らしいところは、複数の視点を掛け合わせる統合の力にあります。442C のデータで分子の危険な握手がないことを証明し、442D のデータで細胞の警報が鳴っていないことを確認する。これらを IATA、つまり統合的試験評価アプローチとしてまとめることで、動物実験に一切頼ることなく、人間にとって極めて信頼性の高い安全性を保証できるんです。いかがでしたか？私たちが毎日何気なく使っている化粧品の裏側には、これほどまでに緻密で高度な科学的検証が隠されているんです。明日お気に入りの製品のラベルを眺めるときは、今日学んだペプチドとの握手や細胞の光の警報について少しでも思い出していただけたら嬉しいです。科学の力で守られている私たちの肌、素晴らしいと思いませんか？それでは次回の解説でまたお会いしましょう。